有史以来、人々は神の名のもとに戦い、正義を叫んで血を流し続けてきた。なぜ人は戦うのか。神が戦いを欲するからか、正義が血の代償を求めるからか。いや、真実は概念の中に存在はしない。ならば真実は戦う行為そのものの中にあるのではないか。この星に生命が誕生して以来、生命はその遺伝子の中に生き抜くための記憶を刻み込んできた。それは戦いという名の記憶である。そう、真実は行為の中にこそある。道を求めんとする者は己の血と肉に聞け。己の肉体こそが真実への扉。道を極めんとする者は己の剣を極めよ。己の技こそが真実への道。すなわち真実は己が鉄拳の中にあり。お前、どうして泣いてるんだ？だって山猫がお母さんウサギを。泣くなよ。俺がその山猫をやっつけてやる。だからもう泣くな。俺は世界一の格闘家になるためにここへ修行に来ているんだ。山猫退治なんて軽いもんさ。いつまでこんなところで油を売っておる。この軟弱者が。そんなんじゃねえ。俺はただ。こんなものいつまでもぶら下げおって耳しいぞクズや。何するんだ親父。お前のその軟弱な根性叩き直してくれ。くそ、離せ離せよ。ちくしょう、離せ。獅子は我が子を先人の谷に突き落とし這い上がってきた者だけを育てるという。うわ、親父、まさか本気じゃ。お前もこのわしの子なら見事這い上がってきてみせ。やだ、やだ。やめて夢、またあの時の夢。なぜ今になって毎晩のように。2週間前、リンガ諸島沖で偶然漁船の網にかかった謎の生物だ。地元では恐竜の生き残りだと大騒ぎになったが、我々の研究班が現地へ到着する前に何者かによって奪い去られてしまった。網に付着していた細胞を採取して検査した結果がこれだ。バカな、
ありえない。そうだ。このような遺伝子パターンの組み合わせは自然界ではありえない。もしその生物がエイリアンでもない限り、人工的に作り出されたキマイラだ。複合遺伝子生物。君も知ったの通り、キマイラの生産は人間のクローンと同じく8年前のダーウィン条約で禁止されている。我々 3WC としてもこれを見過ごすわけにはいかんのだ。でも一体誰が、何のために？三島財閥を知っているかね。巧妙な買収工作などでここ数年のうちに世界の軍需産業の約7割を掌握したと言われる巨大コングロマリット。そう、紛争の陰に三島ありとまで言われている物騒な企業だ。まさか。君に三島財閥の調査をしてもらいたい。条約に違反してバイオウェポンの開発を進めている疑いがある。無理です。三島の拠点は要塞のような島々に点在し、事実上の治外法権、軍隊だって簡単に近づけやしません。何です？三島が主催する舞踏大会の招待状だ。風間淳君、君宛てだよ。舞踏大会？そう、開催地は三島財閥の最重要拠点。この男、財閥総主三島平八が住むと言われている島だ。彼は一般に姿を現すことがほとんどなく、その姿を知る者も少ない。この男。そうか、そういうこと。三島平八は伝説の格闘家としてもその世界では有名な男だ。大会には世界中から彼の認めた格闘家たちが集められ、賞金1億ドルと格闘家世界一の座をかけて争われる。君の実力なら優勝することも夢ではないかもしれんが、今回はあくまでも捜査のための潜入が目的だ。風間流は見せ物じゃないわ。またあの感じだ。嫌な予感がする。何者？ありあり。いやさすがは一子相伝風間流古武術の継承者だ。まさか君みたいな女性だとは思わなかったんでね。ちょっと腕を試させてもらった。悪く思わんでくれ。香港国際警察のレイ・ウーロンだ。僕にも招待状が来たんでね、 3WC の捜査に協力することになった。その腕でよく招待状が来たものね。それとも三島にコネでもあったのかしら？男はみんな美人には弱いもんさ。せいぜい足手まといにならないようお願いするわ。三島を甘く見ないことだ。奴らだって俺たちの素性も知らずに招待状を送ってくるほどバカじゃない。ひょっとしたらこいつは地獄への片道切符かもしれんぜ。リーか。はい、父上。大会まであと2日。R 実験体の準備も滞りなく。あれはどうした？気になりますか、兄上が。しかし彼は三島を捨てた男。大会を聞きつけて戻ってまいりますかどうか。親父のやつ、まだ和也のことが気になっているらしい。三島財閥をここまで成長させたのはこの私だというのに。災いの種は早めに摘んでおくべきだ。親父の気が変わらないうちにね。裏の格闘界では銀髪の悪魔と恐れられてるあなたが何を怯えているの？怯えている？まさか。だが私には起業家としての表の顔がある。だから君の協力が必要なんじゃないか。君ほど美しくて恐ろしい女はいないよ、ニーナ。だが今回の相手は三島和也。確実な方法で仕留めねばならない。君を失いたくはないからね。
親父をぶっ倒すまでは死んでたまるか。そうだ、お前は死なない。お前はまだ生きて乱世の行く末を見定めねばならん。くそ、またあの夢だ。俺の体の中で何か得体の知れないものが膨れ上がってきやがる。何なんだこの感じは。せい、親父の差し金か。何クソ。親父に伝えておけ。首を洗って待っていろとな。何？抹殺に失敗した？そうか、仕方ないな。まだチャンスはある。だが次は必ず仕留めるんだ。私が三島を手に入れてしまえば君を危険な目に遭わせなくても済むようになる。いいね。しくじったみたいね、お姉様。役に立たない女だ。いっそ和也さんと差し違えて死んでくれたらよかったのに。おやおや、仮にも君たちは姉妹だろう。あら、そういうあなたたちだってそうでしょ。そうさ、その兄が生きている限り私は一生当て馬だ。つまりあなたと私は似た者同士ってこと。私のことを理解してくれるのはアンナ、お前だけだよ。悪い人ね。姉にも同じことを言ってるんでしょ。確かめてみるか。そうこれが大会の行われる島だ。表向きは三島財閥のプライベートリゾートになっているが、米軍のサテライトサーチからの情報によると地下に大規模なプラントらしきものが確認された。奴らがここで何か作ってるのは間違いないな。米軍のサテライトサーチって？最近は情報屋にもいろいろいてね、固いこと一個なし。問題はどうやってその地下プラントへ潜り込むかだな。コーヒーおかわりどう？結構よ。昨べ市内のホテルで爆弾テロがあったそうだ。被害は？シングルの客室が一つ使い物にならなくなっただけで死傷者はゼロ。ホテル側は部屋には誰も泊まっていなかったと言ってるらしいが、銃声を聞いている客もいるし、何者かがホテルに圧力をかけてるみたいだな。お、急ごう。あれが地獄への渡し船らしいぜ。パスのない者は乗船できんと言ってるだろう。どこで聞きつけてきたかは知らんが、帰らんとただでは済まさんぞ。貴様！頼む、俺たちもその船に乗せてくれ。バカかこいつ。構わん、やれ。三島が何様か知らんが、ここは法治国家だぜ。そんなもの振り回しちゃまずいんじゃないの？なんだ、結構やるのね。え？君って AB 型でしょ。こいつらふざけやがって。何事だ、創造し。ミスター・リー、そこの大男がパスもないのに船に乗せろと。
面白い。ブルース、この男と戦って勝つことができたら特別に大会への参加を認めよう。あの男知っているの？ブルース・アービン、元キックボクシング世界ヘビー級チャンプだ。まさか三島のボディーガードになっていたとはな。大丈夫、ジャック2は負けない。危ないから離れていろ。まったく泣かせるね。だが手加減はしないぜ、でっかいの。くたばっても恨むなよ。ガードがガラ空きだぜ、ど素人。貴様一体。ほう、驚いたな。いいだろう、乗船を認めよう。そろそろ出港の時間だ。子連れ格闘家ね。あの子、何か重い病気よ。今にも消えそうな気をしていたわ。そしてあの男はまるで人形のよう。全く気が感じられない。大会に集まった格闘家たちね。いずれ劣らぬ強者揃いか。女性の参加者は君だけじゃないみたいだぜ。どう見ても格闘家世界一を目指してるってタイプには見えないけどね。いい加減女は弱いものっていう先入観は捨てた方がいいわ。だけどなんて悲しい目をしてるのかしら、あの子。何か訳ありって感じだな。和也のやつ、とうとう現れなかったか。まさかおじけづいたとも思えんが。近い。暗くて冷たいこの感じ。これは兄上。もしやいらっしゃらないのではと心配していましたよ。父上が再会をことのほか楽しみにしておりましたゆえ。ニーナを港に張り込ませておいたのも無駄になったか。へえ、養子のリー・チャオラン以外に三島に息子がいたのか。初耳だな。奴も大会に出場するのか。泣くなよ、もう泣くな。俺がその山猫をやっつけてやる。だからもう泣くな。あの時の子がこの人、生きていたんだ。でもなんて重くて冷たい気をしているの。何がプライベートリゾートだよ。まるでベースキャンプじゃないか。大会は明朝より行います。今夜は私どもの施設でゆっくりと英気を養ってください。これじゃまるで収容所だな。大会が始まるまでは身動き取れそうにないか。この頃ずっと感じていたあの不吉な気が彼のものだったなんて。あの
時泣いていた私を慰めてくれた子が本当にあの人なの？許さんぞ親父。この傷の償い必ずさせてやる。誰だ？お前は？あなたに渡さなければならないものがあるの。俺に？これあなたのでしょ。ん？16年前屋久島であなたがしていたものよ。知らんな。人違いだろ。中の写真お母様でしょ。とても優しそうで素敵な人だわ。知らんと言ってるだろ。何ムキになってるの？お父さんに崖から落とされたから。何？私探したわ。谷底まで降りて木に引っかかったりして助かってるかもしれないと思って。大人たちは誰も信じてくれなかったから私一人で崖の途中や川の下流の方まで何日も探した。こうして生きてることが分かって今やっと私の心も解放されると思ったのに。なのにあなたの心はお父さんへの復讐心でいっぱいだわ。暗くて冷たい悪魔のような気に満ちている。お前に何がわかる？お前にこの傷の痛みがわかるか？崖を登る途中何度も遠ざかっていく意識の中で俺を支えていたのは親父に対する復讐心だけだった。つまりあの時から復讐だけが俺自身の存在理由になったのさ。あの時俺は本当に悪魔に魂を売ったのかもしれない。そんなの間違ってる。復讐だけに生きてるなんて悲しすぎるじゃない。理想論など虚しいだけだ。お前の真実はお前の拳で語れ。この人強い。なんて静かで力強い闘気。私勝てるの？でも今度こそは死んでもらう。卑怯だ。誰に頼まれたかなど聞かん。終わりだ。死ね。二度も失敗するなんてサイレントアサシンの名が泣くわね、お姉様。そこの女二人と一緒だなんて運が悪かったわね。逃げ足だけは早いのね。なんだお前。あなたたちの命明日まで預けておきましょう。貴様らは一体。お前さっきなぜ俺を助けた？助けたのは私じゃない。これよ。お前が何を考えているかは知らんが俺の気持ちは変わらん。明日俺は親父を殺す。邪魔をすればお前も死ぬだろう。他の二人何をしてる？止まれ！昨べの騒ぎ、君もいたらしいな。通りすがっただけよ。地下プラントへの入り口はセントラルタワーと島の西側の海岸にある。大会が始まったらすぐに西へ走るぞ。私はセントラルタワーへ行くわ。おい、
まさか本気でトーナメントに参加する気か？誰とも戦うつもりはないわよ。三島平八に直接会って確かめたいことがあるの。いろいろとね。そんな無茶な。選ばれし格闘家の皆さん、いよいよ世界最強を決める時が来ました。皆さんにはそれぞれジャングルの各地点から出発していただき、途中のバトルフィールドごとに出会った相手を倒しながら、島の中央に位置するあのセントラルタワーを目指してもらいます。あのタワーにたどり着けるのは戦いに勝ち残ったただ一人。そしてあの中にはこの三島平八が控えておる。あれが三島平八。おやし、見事このわしを倒し、賞金1億ドルと世界最強の座を掴んでみよ。三島平八、殺された仲間と父の敵。あの子、覚悟。何？この三島平八、逃げも隠れもせぬ。わしを倒したくば戦いに勝ち抜いてわしの元まで来るがいい。北な風や。親父殺す。残念ながらお前たちの誰一人として生きてタワーまでたどり着けるものなど言わしないよ。お前たちは R 実験体の貴重な実践データとなるんだからね。不吉な気が渦巻いている。どんどん膨れ上がっていく。断ち切れるの、この私に。さあお前たち、今こそ己の鉄拳で己の真実をつかみ取ってみよう。危険体ナンバー9、第1ステージ突破。ナンバー3、4、戦闘開始。危険体ナンバー12、第1ステージ突破。この大会の真の目的も知らずに哀れなことだな。危険体ナンバー2、ステージよりロスト。危険体ナンバー6、ロスト。ネズミども、動き出したか。入り口はここで間違いなさそうだな。どうした？何者だ？貴様、トーナメントの出場者だな。こんなところで何をしている？ちょっと道に迷っちゃった。でたらめを言うな！あんたなんで？お前は港で俺たちを助けてくれた。これで借りは返した。じゃなくて、なんでこんなところにいるんだよ。ひょっとしてどこかの国の工作員か？俺は博士を探しに来ただけだ。博士？ボスコのビッチ博士ならあの娘の病気を治してくれる。え？あの娘の生体反応はかなり衰弱している。あの人の憎しみを今断ち切らなければ。まだだ。やめておけ。これ以上戦ってもお前に勝ち目はない。黙れ！
無駄だ。お前の動きは見切った。何？くそ！待て。まだ勝負はついていない。三島平八を倒すのはこの私だ。三島を倒すまで私は負けるわけにはいかないんだ。村を焼かれ、仲間を、父を殺され、母を奪われた私の気持ち、あんたにわかるか？ならばなぜもっと鍛えてこなかった？平八を恨む前にまず己の未熟さを恨むことだ。平八はこの俺が殺してやる。あの世で待っていろ。お前か。参ったな。いくらあんたの怪力でもこいつはちょっと無理だろう。おい、なんだよそれ。あんた一体何なんだ？さあ早く。あロストナンバーの被験体、地下プラントに侵入しました。警備は一体何をしている？人型を迎撃に回せ。は。ロシアの新型がどれほどの性能か見せてもらおう。トーナメントの方、R 実験体のスタンバイできているか？はい。しかしニーナとアンナがまだフィールド上ですが。構わん。被験体は多い方がいい。R 実験体リリース。 R 実験体リリースします。こいつはすごいな。まったくとんだプライベートリゾートだぜ。はっきり言ってこれは国際警察の手に負えないんじゃないか。急に止まんなよ。来たぞ。え？何？ロボット？離れていろ。こうなったら何でも来いだ。おい、どうした？しっかりしろ。おい、この子様子がおかしいぞ。また発作だ。早く博士を探さなければ。ん？お前、その腕、やっぱりお前もロボット。感じているはずよ。あなたの中に渦巻く憎しみがあなた自身を取り込もうとしていることを。これ以上憎しみを募らせてはダメ。あなたはその心の暗闇から戻れなくなる。言ったはずだ。俺の邪魔をする奴は誰であろうと生かしてはおかんと。分かった。あなたの憎しみの輪、私が断ち切ってみせる。面白い。今止めなければあの憎しみの影はこの人の中だけにとどまらなくなる。
気づいたか？そうじゃない。何か血に飢えた凶暴な意志が近づいている。確かにな。父上、例のものを放ちました。お楽しみを奪うようで申し訳ありませんが、兄上も他の格闘家たちもここへたどり着ける者はおりますまい。どうかな。お前のおもちゃに倒されるようなら、あやつもそれまでのもの確かめるにはいい機会だ。おいおい、今度はなんだ？ずいぶん気色悪いところへ来ちまったけど、もしかしてこいつが 3WC の言う生物兵器かな？もう何が出ても驚かないつもりだったが、こいつは何かいる？誰だ？なんだ？こいつは何か悪い冗談だろう。見かけに惑わされるとやばいぜ、こいつ。これやめんか、ロジャー。ん？博士。何？今日こそ決着をつけさせてもらうわ、お姉様。望むところよ。和也を仕留める前のいいウォーミングアップになるわ。あなたはいつもそうやって私を見下すのね。そう、子供の頃からずっと私はあなたと比べられてきた。お父様はあなたの方ばかり見て、私のことは少しも愛してくれなかったわ。だけどもうその父も死んだ。今こそ本当に優れているのはどちらか証明してみせる。その父を殺したのはアンナ、お前じゃなくて？まだそんなこと。今日だ。あなたの口からそんな言葉を聞くとはね。そうだ、死んでもらう前に一つ教えてあげることがあるわ。リーはあなたを利用してるだけ、愛してなんかいないのよ。何？そんなにショックだった？私がお父様から受けた屈辱、今度はあなたが味わう番ね。囲まれたな。一体なんだ？この気配、人でも野獣でもない。おそらく来る。5年前、ロシアの軍事施設で俺は博士によって生み出された。この少女にあって自我に目覚めた俺は軍を脱走し、誘拐された博士を探し続けていたのだ。自我の目覚め？ロボットのお前が？ジャック2の AI に私は自我という因子をプログラムした。もともとジャックシリーズは核やガス細菌兵器使用下での局地戦用に開発されたのだが、私はジャックを無差別に殺戮する兵器にするのは忍びなかった。それである一定の条件を満たすと自我のプログラムが自動的に作動するよう仕組んでおいたのだ。この子を発見した時、俺の中で新たな指令が発動した。自らの意志に従えと。かわいそうに血中のリンパ球が異常に減少しておる。もう少しで手遅れになるところだったぞ。まあ時間はかかるが、遺伝子治療で何とか助けられるだろう。本当ですか？遺伝子操作の技術もこういうことにだけ利用すればいいんだが。なんですあれ？まさかあれがバイオウェポンってわけじゃ？あれはロジャー。DNA 変換とドーピングで知能と運動能力を飛躍的に高めた実験生物だ。あれは単なる試作品だが、地上では今頃そう、こいつは一体。
鉄拳だと笑わせるな。我がアレックスの攻撃に手も足も出ないじゃないか。究極の極地戦コマンドアレックスによって世界の兵器体系は大きく変革する。そしてその生存流通全てを掌握した三島財閥、いやこの私こそが世界の実質的覇権を握るのだ。父上、世界最強というのはこういうことを言うのですよ。和也よ、感じるぞお前の気の高まりを。さあ早く来い。くそー。調子に乗るなよ。何？さあ来い、トカゲども。バカめ。同じ手が何度も通用すると思ったが。いけない。あの人の中の闇が目を覚ました。どうした？かかってこい。R 実験体戦意喪失、撤退を開始。戦意喪失の思考全 R 実験体に波及。どういうことだ？ありえない。最強のバイオコマンドが私のなぜだ？気負ったか、和也。言ってはダメ。父親を殺したらもう元の自分に戻れなくなる。いい加減俺をつけ回すのはやめろ。お前には関係のないことだ。あるわ。これは私の問題でもあるのよ。よくここまでたどり着けましたね。しかし父上の手を煩わせるまでもない。あなたの相手にはこの私がなります。邪魔をするな。剣を軽んじる者に俺を倒すことなどできん。強がってみても満身創痍のその体で立っているのがやっとではないのですか。所詮はその程度。言ってもわからんか。三島を継ぐにどちらがふさわしいか今はっきりと教えてあげますよ。聞かんな。何？聞かんと言っているんだ。剣を信じない者の技など。黙れ！父上、親父。お待ちください、父上。まだ勝負がついておりません。ここは私が。未熟。待ちかねたぞ、和也。どうしたその程度か、和也。三島財閥は私のものだ。三島を継ぐのは私なのだ。誰にも渡すものか。プログラム13始動です。アイランドの自爆システムを作動させます。カウントダウン開始。爆破5分前。誰にも渡さん。誰にも渡すものが。バイオコマンドの実践テスト。それじゃあ今頃上の連中はプログラム13始動。何です？いかん。誰かが島の自爆スイッチを入れおった。急げ。
確か緊急脱出用の潜水艇があるはずだ。どうした和也。さあ立て。貴様の力こんなものではあるまい。親子の対決に手出しは無用。私にはわからない。そこまで武道を極めたあなたが自分の子供を谷底に投げ捨てたり、兵器を密売して世界の混乱を煽ったり、なぜ自らの横島を正すことができないの？ならばお前の正義とは何だ？正義？理念と言い換えてもいい。それはお前にとって真実たりうるのか？どういうこと？女よ。正義とか理念などというものは所詮その時代社会に従属した概念に過ぎぬ。だが概念を真実だと勘違いした輩が正義だ自由だと愚かな争いを繰り返してきたのだ。今の世界を見渡してみるがいい。己の欲望を正義と偽り、人はまさにこの星を食いつぶし滅ぼさんとしている。自由平等人権と念仏のように唱えながらどうにも止まらぬ破滅への坂を転げ落ちているのだ。それとあなたの行動とどう関係があるというの？わからんのか。破滅から人類を救うには今の秩序を破壊し新たな秩序を打ち立てる以外もはや道はない。そうか。谷底に彼を投げ落としたのは彼の心に憎しみを植え付け、秩序の破壊者となる自らの後継を育てるため。我が鉄拳は悪魔のごとく破壊を司り、神のごとく再生を司る。そんな権利なんて誰にもない。第一彼が死んだらどうするつもりだったの？わしの子ならば死にはせん。もしもの時はこのわしも腹を切る覚悟でおったわ。立て和也よ。どけ。これは俺の戦いだ。それでこそわしの息子。爆発が始まりおった。急げ。あれだ、まだ一隻残っている。あ、各駅が。頼む。おい。今のうちだ。早く。よしいいぞ。俺に構わず早く行け。博士、その子を頼みます。この子のことは心配するな。ジャック、お前。すまん。さらばだ。俺も今度生まれてくる時は人間に。そうだ和也、もっと憎しみを募らせる。憎しみを己の力に変えるのだ。お願いやめて。もう十分でしょ。言ったはずだ。邪魔をすれば殺すと。私を殺して気が済むなら殺せばいいわ。その代わりお父さんは助けてあげて。貴様、なぜ見ず知らずの人間のために命までかけられる？見ず知らず。違うわ。あなたが胸に傷を負ったように私も心に傷を負ったから。あの時
私はあなたを助けられなかった。今度もまた私はあなたを助けられないの。助ける？俺のために泣いているのか？山猫がお母さんウサギを。泣くなよ。俺がその山猫をやっつけてやる。だからもう泣くな。ありがとう。でもね、でも子ウサギは山猫を憎んではいないの。山猫だってウサギが憎くて殺したんじゃないの。お腹が減ってただけだもの。そりゃウサギだって食べられるのは嫌だけど、でもウサギは戦う爪も戦う牙も欲しくないの。だから泣けない子ウサギに代わって私が泣いてあげてたの。動物たちはね、互いに憎み合って殺し合ったらみんな滅んでしまうことを知っている。憎しみは新たな憎しみしか生まないことを知っているのよ。ほらこれ、あなたの落とし物。あなたにとって憎しみよりももっと大切なものがそこにあるはずよ。母さん。己の敵は己自身の中にあったというわけか。風間は無事か？ジーン早く昨日の稽古の続き教えてよ。はいはい。何？また風が変わった。どうしたの？うん、なんでもないわ。なんでも。昔話の今は空の上、錆びたオルゴール、終わるはずの物語はまだどこかで続く。旅立ちの朝に鐘の音背に受けて痩せない傷口、痛みを抱いてまた行くのね。教えてヒーロー、あなたが見つめるそこには何があるの。ヒーロー、いつまでだって一人